What is up, guys? 皆さんどうも、K です。はい、いつもとちょっと違うイントロなんですけれども、今回はミスタードーナツの食べ放題にまた行ってきました。はい、なんとですね、8月2日から発売の生フレンチクルーラーたる商品がね、なんと早めに提供されていましたので、こちら早速食べていこうと思います。はい、最近ガラシャツが似合うって言われて味を占めたのかね、ちょっとチンピラみたいな格好になってますが、いただいていきます。最初に食べていくのは普通のフレンチクルーラーですね。こちらもう安定の美味しさですよね。もう軽いというか空気食べてるっていうような感じで、めちゃくちゃ美味しかったです。食べ比べをね、していきたいので、最初にこれを選んだっていうような形で、続いて食べていくのが生フレンチクルーラーですね。こちらね、正直、美味しいのかなっていうような感じで、ぶっちゃけあんまり違いがわからなかったです。強いて言うなら舌触りがちょっと違うのかなっていうような感じですね。続いて食べていくのがエンゼルフレンチですね。こちらもね、美味しいですよ。もう中にカスタードと生クリーム入っているわ、外側のチョコレートやら粉糖やらね、はい、ちょっとね、お口汚しすみませんっていうような感じで。そしてエンゼル&カスタード生フレンチです。こちらはね、抜群に美味しかったです。見てわかると思うんですけど、上にナッツが乗ってて、食べる前にもナッツの香りっていうんですかね、が鼻に広がるような感じで、しかもカスタードめちゃくちゃ中に入ってて、もうカスタードの海に溺れるんじゃねみたいな感じになってましたね。はい、5つ目がストロベリーカスタードフレンチになりますね。こちらももう本当に、っていうかね、このエンゼル系っていうんですか、全部軽いですよね。もう全部空気っていうような感じで食べ進めていくんですけど、いちご感がね、やっぱりこれ間違いないですね。6つ目に食べていくのはエンゼルベリー生フレンチですね。もう名前が長いんですけど、なんとですね、中にストロベリージャム入ってて、ストロベリーのコーティングももう全部にあるっていうような感じで、これいちごの酸っぱさ、甘酸っぱさが口全体に広がって鼻の奥底に抜けるような感じで、めちゃくちゃ美味しかったです。はい、ここで第1ラウンド終了ですね。続いてのラウンドに進んでいきます。うわ、もうザクモチリングたちの登場ですね。というわけで3種類食べていきます。7つ目がザクモッチスパイシーミートポテトですね。これもうね、抜群に美味しいですね。今回多分初めて温めてもらったんですけど、温めてもらうことでなんかコクっていうんですかね、なんかいつもよりもそのスパイシーミートのコクが結構広がるような感じで、またちょっと違う美味しさがあるなっていう感じはしました。温める時にですね、ポテト入ってますけど大丈夫ですかみたいな心配はされましたね。はい、続いて食べていくのがザクモッチビーフシチュー&ポテトで、こちらも同じく温めてもらったんですけど、やっぱり心なしかね、なんかコクが増すっていうような感じしますね。なのでこれはもうね、温め推奨ですね。はい、9つ目がザクモッチ小豆ホイップ。はい、もう抜群に美味しいやつですね。これはもちろんですけど、温めてはもらっていませんということでね、それでもすごく美味しいですね。温めたらこれ逆に中のホイップ大変なことになるんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、はい、もう目がいっちゃってますね。最近気づいたんですけど、美味しいものを食べるとき、自分なんか鼻の穴広がってんなって客観的に見てて思いました。なのでそれをちょっとね、頭に置いて引き続き楽しんでいただければと思います。そして第3ラウンドは可愛いのが揃ってますね。ここでクレイジーなメンバー10個目ですね。すみっこ暮らしの空色っていうやつですね。今食べたのが普通のホワイトチョコの一口サイズドーナツっていうような感じで、こっちがシュガーレイズドみたいな感じで、これもまた一口サイズで美味しいっていうような感じで、最後のこの緑色のやつなんじゃらほいっていうような感じだったんですけど、おそらくメロンソーダみたいな感じかなっていうような味でしたね。はい、11個目がすみっこ暮らしの桃色ですね。今見せたのがきなこですね。これね、定番メニューにしてほしい美味しさでした。はい、青いんですけど、こちらは多分ラムネ味ですね。
なんかね、聞いたところによるとラムネはたまになんかドーナツ系で出るらしいですね。最後のこれがなんかゴールデンチョコみたいな感じで、結構食感あるような感じで、まあ美味しいやつでしたね。はい、12個目に食べていくのがチョコリングですね。これはもう美味しいみたいな感じでしたね。そもそもチョコレートは好きなんですけど、やっぱね、この全部がチョコっていうよりかは、これくらいのチョコぐらいがね、なんかもっさもっさしてなくて、食べやすい、食べ進めやすいっていうような感じはしますよね。はい、というわけで次のラウンドに進んでいきましょう。白いポン・デ・リングたちの登場ですね。はい、13個目に食べていくのが白いポン・デ・リングですね。これはね、もう本当にもっちりで一口でいくのかいっていうような感じなんですけど、そうなんですよ。白いポン・デ・リングね、あまりにもやばすぎて、もう一口でいけちゃうんですよね。手がデュルデュルになるやつだっていうことで、白いポン・デみたらしですね。二口でいくと見せかけて一口で丸飲みしちゃうっていうようなやつですね。はい、手と口は汚れちゃうんですけど、その代償の価値はあります。というわけで15個目が白いポンデの白ワンですね。これは一口ではいかないっていうような感じですね。やっぱ白ワンのね、なんかもったり感がそうはさせてくれないですね。これもまあ安定に美味しいですね。はい、次のラウンドに進んでいきます。はい、ポン・デ・リングで揃えてきてたので、このままポン・デ・リングまた3つ食べていこうと思いまして、16個目が普通のポン・デ・リングですね。普通のやつはやっぱりね、温めに限りますよね。ちょっとね、温めすぎてあちあちだったんですけど、これくらいがちょうどいいということで、はい、17個目がポン・デのストロベリーですね。これね、やっぱり最近なんかいちご系のやつ好きになってきたような気がしますね。そのドーナツに関わらず、なんかストロベリー系のお菓子っていうんですか。昔嫌いだったんですけどね、不思議ですよね。はい、18個目が白いポンでカスターアーモンド。カスタードアーモンドじゃないですよ。カスターアーモンドですね。はい、白いポンデ系のシリーズで、ごめんなさい。これがやっぱりね、一番美味しいです。そっとしちゃうところでしたね。はい、というわけですごいカスタードがね、やっぱり濃厚ですよね。あと上のナッツもね、結構パリパリしてて食感が楽しいですね。はい、すっごい血糖値上がっちゃって汗かいたんですけど、このまま次のラウンドに進んでいきましょう。はい、また揃えてきましたね。生フレンチクルーラー。あれこれ微妙だったんじゃないのっていう話だったと思うんですけど、これね、温めてもらったんですね。あっちっていうような感じなんですけど、もう柔らかすぎて、もう持つことすらできないんじゃないって思ったんですけど、これね、絶対温めてください。本当にね、温めただけでこんなに違うのって思って、なんかバターっぽい感じっていうんですか、これ温めることで進化を発揮する一つでしたね。そして20個目にはエンゼル&ベリー生フレンチ、こちらもまた食べていきます。やっぱね、このエンゼル&ベリー生フレンチと、あともう一つのチョコとカスタードのやつはやっぱりね、大勝利ですね。このいちごの酸味はやっぱりたまんなくて、でこっちのチョコレートとナッツと、それからカスタードのリッチさっていうんですか、で舌触りもね、やっぱりちょっと柔らかめっていうんですかね。普通のやつがゴツゴツしてるのに対して、こっちはね、なんか滑らかというかっていう感じはしましたね。はい、というわけで次のラウンドに進んでいきましょう。チョコレート系で揃えていきました。22個目がダブルチョコレートですね。これがね、さっきのチョコレートの話に戻るんですけど、結構食べるのやっぱりもったりしてて、口の中の水分全部持ってかれる系のドーナツですね。それでも自分チョコレート大好きなんで、これはめちゃくちゃ美味しいですよね。はい、そして続いて食べていくのがゴールデンチョコレート。普通のドーナツっていうんですか、定番メニューで一番好きなやつですね。これはもう言うまでもなく美味しかったです。はい、この日ね、めちゃくちゃ暑かったんでちょっと冷やしながら進めていくんですけど、24個目がココナッツチョコレートですね。これもね、結構ココナッツ系のお菓子とか、このそもそものこの粉っていうんですか、これがね、なんか変わった舌触りしてますよね。それもあってか、これもまた好きなドーナツの一つですね。はい、というわけで次のラウンド進んでいきましょう。ここでね、ちょっと一回惣菜系を挟んでいきたいなって思って、はい、エビグラタンパイですね、食べていきました。これね、気づいたんですけど、多分ね、
食べたことないんですよね、今まで。なので、食べたことない、美味しいって思って食べ進んでいきますね。でもすんごいパイの中で美味しいかどうかって言われたら、タコスパイミートでしたっけ、あっちにちょっと軍配が上がっちゃうような気がしますね。はい、26個目がハニーチュロですね。はい、これね、前回確か食べてなかったので、今回食べれて嬉しいですね。すごい美味しかったですね。ハニーチュロはね、やっぱり温めに限りますよね。なんて言うんでしょう、砂糖のザラザラ感っていうのが溶け出して、すごい美味しくなるっていうような感じですね。はい、27個目、前回激推しだったメープルエンゼルフレンチ食べ進めていきます。やっぱ美味しいわって顔してますね。なんかね、何なんでしょう、このメープル感っていうのが特別感あって、他のドーナツにないじゃないですか。なのでやっぱすごい美味しいなっていうふうに思います。はい、というわけで次が最後の、ラウンドになりますね。はい、まず食べていくのがハニーディップですね。ちょっとね、今回温めてもらおうと思ったんですけど、時間がギリギリだったこともあって急いで食べなきゃって思って、ちょっとマナー的に良くないのかもしれないんですけど、ちょっと駆け足で食べちゃいましたね。ハニーディップと、これ食べていくシュガーレイズドは温めに限るんですよね。なのでちょっと温めなかったので、正直いつもの美味しさよりかはちょっと半減しちゃっているかなっていうような感じなんですけど、これはこれでね、美味しいところはありますよね。はい、というわけで最後に食べていくのが白いポンでカスターアーモンドですね。はい、やっぱりね、最後は美味しいやつ、大好きなやつで締めたいということでね。はい、結構カスタードがね、やっぱパンチあるなって思ったんですけど、美味しいので大満足の今回のミスドの食べ放題でしたね。今回のランキングは画面の通りです。はい、というわけで今回もご視聴いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。